スタジオバリバリ。はい、スタジオバリアビリスです。今日はね、以前にアップした、パルダリウムの、経過報告をしたいと思います。今日でね、ちょうど20日間が経ちましたので、あれからどうなったのか、どう成長したのかお伝えしたいと思います。スタジオバリアビリスでは、枯れても全部、見せていきたいと思います。めちゃくちゃ綺麗なレイアウトできても、ちゃんと維持できてなかったら意味ないんで、20日なんでね、そんなに変化はないんですけども、これまででね、最初の1週間は毎日水をあげてたんですけど、次の週からは3日に1回ぐらい水をあげてました。20日目どうなったのか、ご覧ください。どうぞ。はい、こんな感じでパルダリウムの20日目の状況です。あんまり見た目には変化ないんですけど、苔がね、ちょっと成長してきたかなって感じです。で、この映像に映ってる通り、ブセファランドラが一株枯れましたね。はい。原因は何かってね、多分ね、温度。温度が高すぎたのかな。高温になりやすい場所に配置したので、溶けちゃったんだと思います。あとこちらのベゴニアのバリアビリスなんですけども、なんか虫食いになったみたいな感じでちょっと枯れかけてるんですけど、これはね、大丈夫です。葉差しって言って葉っぱだけを差し込んで増やす方法をこのパルダリウムでやってますので、20日の段階でこの状態だったらきっと新しい芽が出てきます。その奥にあるベゴニアなんですけど、その根元、新しい芽が生えてきてます。上の方に配置したベゴニアもちゃんと芽が出てきています。はい、あとは、そうですね、ホマロメナも新しい芽出てきてますし、あと、ピペルですね。はい。これちっちゃくて可愛いんですけど、このピペルも新しい芽がどんどん出てきてますんで、はい、これからが楽しみです。あと、ムクムクゴケはこれ初めて育てるんですけど、今のところ変化は見られないですね。成長が遅いんだと思います。このまま様子を見てみます。はい、ここからはね、ウィローモス、苔ですね。苔のトリミングをしていきたいと思います。20日ぐらいの段階でだんだん苔が成長してツンツン出てくるんですね。今の段階で切っておくと今後密度が上がるんですよ。植物って成長点を切ってやると横から出てくるんですよ。苔も同じで、成長し始めた早い段階の時にトリミングしてやると横に広がる匍匐する形を取り始めるんですよ。はい、成長の初期段階の時に、トリミングしてやると横に張って密度を上げることができるんですよ。なので見た目も綺麗になりますね。あとこのレイアウトで言うと、流木の上に苔が生えてるっていうイメージにしたいので、木の質感も残さないといけないんですね。苔で覆われすぎないようにしてやるのがいいのかなって思います。こういう風に盆栽みたいな感じかな、細かい手入れをしてやるといつまでも綺麗な状態を維持できるっていうことになります。早い段階でやっとかないと苔がもうこびりついちゃうんで、後から取りにくくなるので早い段階でやっておく。今後もこれはね繰り返しやっていくことになると思います。はい。
はい、ということで今日はパルダリウムを立ち上げてから20日後の様子をご覧いただきました。一見見た目変化はないんですけども、細かなところを見ていると不倫植物が芽を出してたり、新しい葉を展開している様子を見れたと思います。新しい芽が見れたということは、発根している根が生えている状態を意味するので、安定してきたんじゃないかと思います。植物って根っこが生える前に芽が生えることはほとんどない。ちゃんと根っこが生えて土に根を生やして栄養を吸収できる状態になったっていうことを示しますので、安定してきたんじゃないかと思います。ということで今日はここまでにしたいと思います。また成長が見られたらご紹介したいと思います。今日はご視聴ありがとうございました。それではまた次回お楽しみに。それではさよなら。